English subtitle is available. Turn on subtitle. はい、2月9日日曜日の栄クラブスキー場です。前日が大雪で、関越自動車道が通行止め、三国峠も通行止めだったので、上信越道経由で、野沢温泉の方ですかね、の国道からずっと北上して、栄クラブスキー場まで来ました。これは上信越道の榊インターの、チェーン規制、冬タイヤ規制のとこです。停止はなくてそのまま通れました。形だけのチェックでした。はい、上信越道の豊田飯山インター降りて一般道に入ったところです。野沢温泉の方向に向かっていく国道ですね。ここの辺りから結構大雪です。はい、ここは栄クラブスキー場に上がる道です。全く夜間は除雪されてないので、四駆じゃないと上がれないですね。なので、道の駅、夜は野沢温泉の道の駅か、栄村の道の駅で寝た方がいいですね。夜はここ通んない方がいいですね。はい、朝来た方がいいです。はい、スキー場朝8時半でこんな感じでした。空いてますよね。やっぱ穴場って言われるだけのことあります。もしかしたら、関越が通行止めだった影響で空いてるのかもしれないですけども、はい、朝ギリギリまで圧雪車が動いて、ギリギリまで圧雪してる感じです。すごくコースのメンテナンスはいいと思います。はい、スキー場の全体はこんな感じになってます。簡単に言うと第1ペアリフトが下にあって、上に第2ペアリフトがあるって感じです。で、すごく簡単に言うと、第2ペアリフト、山頂側ですね。その周りは野沢温泉スキー場でいうところの自己責任エリアみたいな感じになっていて、基本的にもうどこ滑ってもいいって感じですね。もうスキー場の外に出ない限りは、もうどこ滑っても、リフトの下滑ってもいいみたいですね。リフト沿いはやめてほしいって言われてるんですけど、リフトを横切るのは OK って感じで、かなり自由な、ルールになってます。ただ第1ペア、下の方の、オフピステは厳禁って感じですね。サイドカントリー厳禁です。はい、自分はそこを滑ってパトロールに捕まって怒られちゃいました。ですので、第1ペア、下側はオフピステダメですね。はい。はい、左が第2ペアリフト、山頂から滑り始めました。これが伊賀栗コースです。で、右の方が白樺コースがあって、このところが、その間にあるサイドカントリーですかね。一応、オフピステになるんですけども、公式に OK なところです。はい、こんな感じでパウダーすごいですね。この日は、今は曇ってるんですけども、吹雪いたり晴れたりが、天気が結構変わって、パウダーがリセットされるって感じですね。途中でまたパウダーがバーッと増えてくる感じで、最高のコンディションでした。もうふわふわですね。はい。ただし、ここは、大きなスキー場ではないので、晴れてる日だと、リフト営業開始から2時間ぐらいでパウダーは食い尽くされちゃうんじゃないかなって感じがしました。なので、そうですね。朝来た方がいいですね。はい、今度は、山頂第2ペアリフト降りて、オリオンコースの方に来ました。左がオリオンコースで、これはオリオンコースのちょっと右のオフピステになります。はい、こんな感じで、そんなシャドウはきつくないですね。野沢温泉の自己責任エリアより、シャドウはきつくないので簡単ですね。なので、初心者向けの、被災地の練習とかにちょうどいいかもしれないです。はい、左がオリオンコースで、この先、そこのあたりが右に行くとマムシコースですね。これが右がマムシコースになるんですが、はい。マムシコースは横切って、左がオリオンコースですね。ここの間のオフピステを抜けてきます。はい。はい。ここから先は、あれですね。左の方を通って、このツリーランというか、林の中を抜けて、第2ペアの乗り場の方に戻っていく感じになります。もうこの辺とかパウダーですね、ありますね。脇パウたっぷり残ってますね。この林の中ももうメンツルパウダーがたっぷり残ってる感じです。はい。こんな感じで、公式にオフピステが OK っていうのはすごくいいですよね。小出スノーパークとかはちょっとでも入ってもいけないですかね。ここはもう公式に OK ってなってますので、その点いいですけども、ただスキー場の規模はそんな大きくないので、ですね、天気のいい日とかだと、2、3時間滑って飽きちゃうかもしれないですね。はい。
はい、ここから大鷲コースになります。大鷲コースは第2ペアリフトの乗り場から下に行くところです。はい、ここを通って36まで帰ります。ここも上級コースで、斜面的には多分石内丸山の山頂の、急斜面ぐらいあります。結構急斜面だと思います。で、こんな感じで圧雪されてるとこと、右の方は圧雪されてない感じになってます。はい。まあ、ただしあっという間に圧雪されてないところは食われちゃうので、ここを気持ちよく滑りたいんだったら朝一で来た方がいいですね。なので、朝8時半から朝一でドーンと来ると気持ちいいかもしれないですね。この左側ちょっとコース外に出てるので、滑ると怒られるかもしれないですね。なのでこのコースダメかもしれないです。はい。はい、こんな感じで、左側のオフピステのとこはパウダー残ってるんですよね。ついこっちに入りたくなるんですけども、ここはちょっとダメだと思いますね。はい、NG だと思います。上の山頂の第2ペア沿いはオフピスで OK なんですけども、こっちの第1ペアというか下の方は、基本的にコース内しか滑っちゃいけないようになってるので NG ですね。ただ見てると第1ペアの直下ですかね、あそこを滑ってるトレースありましたね。まあ多分見つかったら怒られると思うんでダメだと思います。はい。で、はい、この堺クラブスキー場っていうのは1日券が4500円で、まあ、このエリアで言うと野沢温泉スキー場、あそこは高いですよね。まあ、強気の値段、まあ、全然スキー場の規模が大きいですからね。まあ、比べるのはちょっと難しいんですけども、まあ、このマイナー系で言うと、他に、戸狩温泉スキー場っていうのは、ここから車で、まあ、20分ぐらいですかね。野沢温泉の近くにあるんですけども、戸狩温泉スキー場は1日券が5500円ですね。で、戸狩温泉の方は高速クワッドリフトが3機あるので、スキー場の規模としては神立スノーリゾートと同じぐらいですかね。そうなると、どうですかね。もしどっちか行くとしたら、正直言うと、戸狩温泉スキー場の方がいいかもしれないですね。はい、戸狩温泉スキー場は基本的にこのオフピスト禁止なんですけども、山頂の方に自己責任エリアはあるんですね。昔運行してたリフトが廃止になって、そこはハイクアップして滑っていいってコースがあって、まあ、ここみたいに完全自由な広いエリアがあるわけじゃないんですけども、自己責任エリアに近いのはちょっとあるんですよね。なので、まあ、どっちがいいかって言ったら、一般的には、戸狩温泉スキー場、1日券5500円。平日だったり同じ4500円になるので、戸狩温泉の方がいいかなとは思います。はい。はい、戸狩温泉は、2月10日、この、撮影した次の日ですかね、戸狩温泉行きましたので、別の動画でアップロードします。それで自己責任エリアですかね、馬乗せペアリフト、廃止になった馬乗せペアリフトにハイクアップして滑る方法も紹介します。はい、この日は、サービスでココアの無料サービスがありました。はい、すごく美味しかったです。はい、これです。はい、3杯飲んでしまいました。はい、あとゲレンデ食堂はまあ普通でしたね。あと温泉はここから車で5分のところで、1日券持ってると500円で入れる温泉がありました。はい、そこに入りました。トマトの国っていう温泉ですね。はい、あとリフト券売り場で地元の野菜とかも売ってます。全体に吹雪が多かったんですが、一瞬晴れました。晴れると気持ちいいですね。はい、前日が大雪降ってこんな感じで晴れてくれたら、最高ですね。はい。晴れたかなと思って山頂に来たんですけども、あっという間に雪に戻ってしまいました。まあ、その代わり、すごいコンディションはいいですね。もうふわふわのパウダー。これ午後の2時過ぎてるんですけど、こんなふわふわに戻ってますね。はい、この後、ちょっとツリーランの方行きます。はい。この栄クラブは、こうやって公式にここ滑っていいっていう OK が出てるのはすごいいいですよね。はい。まあ、野沢温泉とか湯沢中里なんかにも自己責任エリアあるんですけども、基本的に救助は有料とか書いてありますよね。ここはそういうの書いてないので、多分なんか事故起きた時は、
別に追加料金なしでレスキューが来てくれるんだと思いますけど、はい。あれですよね。もうゲレンデから見えますからね。そんなサイズが大きくないので、そういうルールになってるのかもしれないんですけども。はい。こんな感じで、ツリーランもできます。結構急ですけど、ふわふわなので、難しくないですね。はい。初心者でも全然いけます。とても楽しいです。はい。あと、ここの堺クラブスキー場は、BC ゲートはないですね。この裏側に対してはバックカントリーがないのかもしれないですけども、なので、リフトで登って外出ていくのは NG ってなってますね。はい。野沢温泉とか山頂にBC ゲートあって、青木山でしたっけ、シールがあればハイクアップして登れる山ありますけども、ここはそういうのはないですね。はい、この次に、戸狩温泉の、動画作る予定ですので、チャンネル登録とグッドをお願いします。